こんにちは、みじゅりーです。今日は細編みだけで作るくるくる巻けるかぎ針ケースを編んでいきます。見た目よりもずっと簡単で初心者さんにもおすすめです。材料は湯沢やロリポップガーデンを1玉から2玉、ケイト・ピエロさんのホイップスニューを1玉で、この2種類を引き揃えて8号のかぎ針を使って編んでいきます。2本引き揃えることでふんわり厚みが出てしっかりした仕上がりになりますよ。で、縁編み用に並太程度の毛糸を1玉ご用意ください。あとはとじ針とハサミとマーカーがあると便利です。こっちはロリポップガーデンの44番とケイト・ピエロさんのホイップスニューの31番を引き揃えて編んでいて、縁はネオン七色彩色ネオンカラーの6番紫の色を使っています。こっちはロリポップガーデンの23番とケイト・ピエロさんのホイップスニュー45番を使っています。これを2本引き揃えて編んでいて、この縁は、浜中さんのわんぱくデニスの色番60番の赤を使っています。雰囲気が変わって可愛いですよね。はい。それから、最後の仕上げに、これはあってもなくてもという感じなんですけど、ブローチ、お好きなブローチとか、缶バッジとかボタンとか、ここにこう飾りでつけたいもの、お好みのものをご用意ください。はい、それではこの本体の部分を編んでいきます。このね、ポケットも一緒に作りながら編んでいく形になります。なのでこっちから編んでいくんですけど、ポケットをいくつ作るか自分で決めていただけます。で、このポケットのこの幅も、通常このかぎ針が入るぐらいの大きさで、もうちょっと幅が広いバージョンがこっちなんですけど、こういう感じでハサミとかも入れられるぐらいのちょっと幅が広いポケットも作ったりできます。では早速やっていきますね。はい、ロリポップガーデンとホイップスニューを1本ずつこういう感じで引き揃えて編んでいきます。かぎ針は8号を使っていきます。鎖編みで土台を作ります。まず作り目、はい、ここから鎖編みを21目作っていきます。ちょっと緩めに編んでください。1、2、3、もう1個21、はい、21目作りました。これでだいたい長さが20センチぐらいに
この長さも入れたいかぎ針によって自由に変えてみてくださいね。今日はこのエティモとか、あとアミュレとか100円ショップのかぎ針が入るぐらいの幅で作っていきます。はい、ちょっと編み目が見づらかったので違う糸に変えます。これで編み方の説明をしていきます。21目鎖編みを編みます。はい、次1段目を編んでいくので、立ち上がりの鎖を1回編みます。立ち上がりの鎖。はい。で、細編みを編んでいきます。編み地をひっくり返して、の根元は今立ち上がりの鎖編みの裏山なので、その次の裏山、このポコポコっと裏の真ん中にど真ん中にある山を裏山と言います。裏山に針を入れて、1個2個目の裏山に針を入れて細編みを編みます。次の目の裏山にも針を入れて細編み。裏山が難しい方は、半目、表目の半目を拾って編んでいただいても大丈夫です。後で縁を編むので、そこまで影響はないので、細編みを21回編んでいきます。はい、最初の細編みの頭にマーカーをつけて、21目細編みが編めました。2、4、6や10、2、4、6や20、21。はい。21目細編みを編んだら、2段目も同じように細編みを編んでいきます。鎖編みで立ち上がって、裏にひっくり返します。はい、そしてすぐ根元に針を入れて細編みを編む。ここにもマーカーをつけておきます。細編みを21目編んでいきます。2段目は裏山とかないので、この細編みの頭、上から見た時に V の字になっているここに針を入れて細編みを編んでいきます。2段目からはちょっと楽になりますよね。一つの目に一つずつ細編みです。で、この最後の目、マーカーをつけていた目の頭、ここですね。ここに針を入れて細編み。
21目あるか確認してみてください。次、3段目からポケットを作りながら編み進めていきます。まず立ち上がりの鎖編みを1回編んでひっくり返します。根元に細編みを1回、一番最初の目なのでマーカーをつけておきますね。で次、隣の目に細編みを全部で10回編んでいきます。5、6、7、8、9、10。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10目細編みが編めました。ここからポケットを作りたいので、次、今までこの細編みの頭、こういう風に針を入れて細編みを編んでいったんですが、今回は手前のこっち側1本だけ、手前側 V になっているところのこっちの半分だけに針を入れて細編みを編んでいきます。11目あるので11回細編みを編みます。最初の目にマーカーをつけておきますね。次も半目だけ、この2本のうちのこっち側半分だけに針を入れて細編み、手前半目だけ拾って細編みを編んでます。はい、最後の目も手前半目だけ拾って編みます。はい、手前の半目を拾いながら細編みを11個編んできました。4、6や10、11、11個編んだら、今度はこれをひっくり返して裏のもう半分残っている半目、奥側の半目残したと思うんですけど、ここが11個あるはずです。これを拾いながら編んでいきます。ひっくり返したら最初の目がここですね。わかるかな、これ。ここに針を入れて細編みを編みます。次がここ、次の目にも針を入れて細編み、全部でここまでなので11目細編みを編んでいきます。編むときはこう編み地があったらこういう風に親指と中指で編み地を挟んで、この折ってあげるとここが拾いやすくなります。2目編んだので3目目、4、5、6、7、8、10で最後が11。11目目にマーカーをつけておきますね。はい、こういう感じでちょっと
22、こっち11、こっち11で編んでいるので、20になった感じになります。そしたらですね、今度はまたこのポッケを細編みで戻って編み進んでいきます。立ち上がりの鎖編みを1回編んでひっくり返して、このマーカーをつけたところ、ここに針を入れて細編みを1回編みます。マーカーをつけ直しておきますね。はい。そしたら細編みを11回編んでいきます。1234567891011個、この目を入れて11個編めました。次、今度はそのまま続けてこっち側編んでいきます。くるっと返して、今こう編んできたので、今度はこっち側、奥側を編んでいきます。続けて、ここ細編みの頭に針を入れて、こういう感じで、ここがポケットになっていきます。11目あるので、このマーカーのところまで細編みを続けて編みます。10で、最後の目、マーカーがついているところで11目、はい、こういう感じでポッケができてきました。マーカーを11目目につけておきましょうか。はい、そしたらこのまま続けて、今度はこっち側ポッケがない方を編み進めていきます。こっち側は10目あるので、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。細編みを10回編んで、はい、立ち上がりの鎖編みを1回編んで、くるっと裏にひっくり返します。今度はこっち側に向かって細編みを編んでいきます。すぐ根元に細編みを1回マーカーをつけておきますね。4、5、6、7、8、9、10、10回編んで、4、や10。はい。こっからポケットゾーンになるので、11回、11回細編みを編んでいきます。細編み1、2、3、4、5。ポケットのスタートのところにマーカーつけておきますね。5回編んだので、あと6回。1、2、3、4、5、6。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11回編んで、くるっとひっくり返して、こっちのポケットも11目細編みを編んでいきます。
2、3、4、5、6、7、8、9、10で、最後の目、11目。はい。こういう感じで、ポッケができてきました。次はまたこっちからこうぐるっと編んでこっちに戻っていきます。鎖編み、立ち上がりの鎖編みを1回編んでひっくり返して根元に細編み、最初の目なのでマーカーをつけておきます。全部で11回細編みを編む。3、4、5、6、7、8、9、10、11、くるっとひっくり返して今度は反対側を11目細編みで編んでいきます。4、5、6、7、8、9、待って、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、マーカーがついていた目が11ですね。11、11目、11目編んできて、で、そのまま続けてポッケがないところ10目細編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9で、最後の目10目。はい。こういう感じですね。ポッケが編みながら、ポッケを編みながら編んでいきました。次、7段目かな。鎖編みを1回編んで立ち上がって裏返します。またこっち側にこういう風に編んでいきますが、このポケットの幅がだいたいかぎ針が入るぐらいの幅になってきたので、今度はこう編むときに、ここを編むときに一緒に上と下を閉じながらポケットを閉じていきますね。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返したら根元に細編みを1回マーカーつけておきます。細編みを全部で10回編みます。4、5、6、7、8、9、10。はい、ここからポッケゾーンなので、マーカーを外して、こっち側のマーカーも外して、
この2つを一緒に手前の半目とこっち側は奥の半目、ここを拾って細編みを編んでいきます。こういうふうに重ねた時に上側に来る2本をすくう感じですね。向かい合っている目同士をこうやってつないで、細編みでつないでいきます。半目と半目。11目つないでいきますね。こっちとこっち。12345、あと6目。9、10。最後がちょっと端っこなので編みづらいんですけど、頑張って11目。1234567891011。はい、頑張って11目編んでください。はい、これでポッケができた感じになります。はい、で鎖編みを1回編んで、で細編みを21回編みます。4、5、6、7、8、9、10、11。続けて細編みを10回。このまままっすぐ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、最後の目、10。はい。こういう感じでポッケを作りながら、これを繰り返していくことで好きな数のポッケの、ケースを作っていくことができます。ここから先はこのポッケを作りながら編む方法を繰り返していくだけです。はい、こういう感じで、この幅、だいたいかぎ針が1本入るぐらいの幅を今2個作って、もう1個はちょっと幅が広いので、ハサミとかがはい、7段目の途中まで編んできて、2、4、6や10目編んだところです。で、この今までのかぎ針を入れる幅
のポッケにしたい場合は、ここでこう2枚重ねてつなげて細編みを編んでいったところなんですが、これを編まずにこのままこっちはこっち、こっちはこっちで細編みを編んでいきます。細編みを11回、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11で、こっち側のポッケも細編みを11回、2、3、4、5、6、7、8、9、10で11。はい、これでちょっとポッケの幅が広くなりました。ここでこう戻っていけないので、こっちにもう一回戻っていきます。鎖編み1目で立ち上がって、で細編みを11回、3、4、5、6、9、10、11で、こっち側も11目編んで、2、3、6、7、8、9、10、11。はい、11目編んで、ちょっと幅が広いポッケができたので、ここまで来たら今度はこっちに戻っていきます。細編みを10回編んで、4、5、6、7、8、9、10。はい、こういう感じですね。でまたこっちに今度戻っていきます。鎖編み1回編んで、4、5、6、7、8、9、10。はい。で、この幅で良さそうだったら、ここでつないでいきます。もっと幅を広くしたい場合は、このままそれぞれのポッケを11目ずつ編んで往復する作業をもう何回か続けたらいいです。ここでつないでいきます。手前と奥の半目を拾って細編み、手前と奥細編み、こうやってポッケを閉じていきます。この方法だとポッケの幅もある程度自由に作れるし、ポッケの数もどんどんこう増やしていけるのでいいんじゃないかなと思います。はい、こういう感じで好きな数ポケットを編んで編み終わったところです。で、これはロリポップガーデン1玉でどれぐらい編めるかなっていうのをちょっとやってみて、1、2、3、4、5個ポケットが編んで、ちょっと糸端がちょっと残るぐらいでした。1玉あるとこれぐらい編めます。ちなみにこっちのサンプル、これはもうちょっと長く作ってるんですけど、こっちで1玉半ぐらい使ってますね。長さで言うと40
端から端までで49センチくらいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10ポケット作ってます。2玉あれば、この長さは余裕で作れるって感じです。でロリポップガーデン1玉だと5ポケットで、縁も編んでだいたい29、30センチぐらいになるのかな。これぐらいの幅になりますね。1玉、2玉。使用する毛糸の量とサイズ感の違いはそんな感じです。はい、次はこの縁編みをしていきたいと思います。ぐるっと一周細編みで編んで、で2周目をこのちょっと変わった細編み、ねじり細編みという編み方で編んでいきます。ねじり細編みといっても普通の細編みに一ひねり加えるだけなので、意外と簡単なので一緒にやっていきましょう。糸は七色彩色ネオンカラーの紫06番の糸を使ってます。このネオンカラー他にも5色、あと5色あるんですけど、その5色どれを合わせても多分可愛くなるかなと思ったんですが、私はこの時はパープルを選んで合わせました。で、今回はこの、グレーとこのカラフルな色の色合わせで編んでみたんで、縁を何色にしようかなと思ったんですけど、ちょっと赤でポップにしたいなと思っています。家中の赤い毛糸何種類かかき集めてみました。赤といっても黄身の強い赤から青みの強い赤までいろいろあるので、私はね実際こうやって編んだりしてみて、赤の中でもこの赤がいいなって思う一つを選んで組み合わせたりしてます。ちなみにこの、一番右の赤は浜中さんのアメリーの55番。こういう黄色が混じった温かみのある赤って感じですね。ちょっとオレンジっぽい。次が浜中さんのわんぱくデニスという糸です。60番の色ですね。こういう感じ。太さは、この本体を編んだ時のこの2本引き揃えた2本と同じぐらいの、太さだから並太ぐらいの太さだったらいいかなと思って、選んでいます。で次が、五商産業さんのドロップという糸です。7番のカラー。これはこういう感じでちょっとところどころ違う色も混じっている毛糸ですね。で最後がこれアメリーの赤もう1色あって、こういう感じ。5番の赤です。さっきのアメリーと比べてもこんだけ同じ赤でも色味が違いますね。こういうのもやっぱりこだわりを持って色選びしてます。で実際に編んでみてどれが一番いいかなっていうのを見たりします。そう色合わせ迷うっていう方もすごく多くて、そういうお悩みもよく聞くんですけど、今回この編み地本体で編んだ編み地にこのポコポコのいろんな色が混じってるんですけど、このいろんな色が混じってる毛糸の場合はこの中から1色拾って縁を編むと統一感が出たりします。で今回こういう赤も入っているので、
この赤に合わせて縁も赤にしてちょっとポップにしたいなと思ったので、赤の中から選んでる感じです。この赤がちょっと紅生姜っぽい赤なんですね。なのでこの紅生姜っぽい赤に合わせて、このわんぱくデニスの赤い毛糸を使っていこうかなって思ってます。はい、じゃあ早速縁を編んでいきたいと思います。縁を編むときはこっちがこうくるくるっとポケットがついている方を内側にして、でこっちが外側にしたいので、こっちの外側が表になるように編んでいきます。編み始め、この糸端がちょろっと出ているこの端っこから編んでいこうかな。糸を引っ掛けて編み付けます。鎖編み1回で立ち上がって、同じ目に針を入れて、この糸端は編みくるめる人は一緒に編みくるんでください。普通に細編みを編みます。一つの目に一つずつ細編み、次の目にも針を入れて細編み、ずーっと細編みで編んでいきます。ずっと編んで端までいきます。はい、最初に鎖編み21目でスタートしたので、これが21個目の細編みが編めました。そしたら今度こっちに向かって細編みしていきたいので、ぐるっと編み地を回して、この角、今21目を編んだところにもう1目細編みを編み入れておきます。角なので2個同じ目に編んで、次がちょっと拾い方が分かりづらいと思うんですが、見た目で分からない場合はちょっとこう手で触ってみて、なんか針が入れやすそうな穴があるんですね。ここに自然にかぎ針を入れるように編んでいきます。ここもずっと細編みで編みます。ちょっとこう引っ張りながら穴を探すといいかもしれないです。こういう感じ。無理にこう編み地を割るということじゃなくて、こういう穴が開いているこういう隙間を狙って編んでいくといいんじゃないかなと思います。はい、こういう感じでずっと端まで編みます。はい、端まで編んできて角のところまで来ました。一番最後ここに細編みを2個編んで、くるっとまた編み地をひっくり返して、こっちも同じように21目になると思うんですけど、21目拾って細編みを編んでいきます。
この糸端も編みくるめできる人は編みくるめちゃうと楽ですよ。はい、ぐーっと端までいきますね。はい、最後の目には細編みを2つ編んで、でぐるっと返します。内側ポケットの、ポケットの底の部分の側面になるので、ちょっと分厚くなってます。で、拾いにくいかとは思うんですけど、頑張ってこっちと同じようにこの編み目の隙間を狙って、こういう2枚重なっているところが少々編みづらいですが、自然にかぎ針が入るところに針を入れてもらって、でこっちもねこういう風に編んでいきます。はい、ずっと細編み編んできて、一番最初に編み始めた目にもう一度針を入れて、同じ目に細編みを編み入れて、で最初の目の細編みの頭、頭に引き抜いて1段目が完成。一周ぐるっと編めました。はい、次2周目編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がって、ここからねじり編みしていきますよ。シンプルな感じで良ければこれで終わっても全然いいんですけど、ちょっと縁編みこういう感じでしっかり丈夫にさせたかったので、ねじり細編みをしていきます。1目目細編みの1目目の頭、ここすぐ根元のところですね。ここに針を入れて、普通に細編みを編む要領でここまで編みますね。でここでちょっとグイッと、いつもの細編みよりグイッと針を上に引き上げて、ちょっとここを長めに取ります。グイッと引っ張ってね、こっちに引っ張って、はい。でここで1回転くるり、手前から奥にくるりします。もう一回こうか。はい、こう2本かぎ針に糸が引っかかった状態で、ちょっと待ってね。ちょっとかぎ針の色を変えますね。同じ赤だと見づらかったかもしれない。ごめんなさい。はい。2本引っかかった状態でくるりします。くるりした状態で糸を引っ掛けて、普通の細編みみたいにこう輪の中をくぐる。こういう感じでねじれ目ができます。で次の目、今ここ編んだので次の目の頭、ここに針を入れて糸を引っ張ってくる。ぐいっとでくるりで糸をかけて輪の中をくぐる。こういう感じでねじれた編み目ができていきます。基本は細編みと一緒です。次の目、針を入れて糸を引っ張ってきてくるりで糸を引っ掛けて輪の中をくぐる。これを繰り返していくだけです。意外と簡単でしょ。でこれをぎゅーっと上に持ち上げないと、このくるりした後のこの通り抜けがしづらいので、しっ
かりここでグイッと輪を大きくして、でくるりして、でくぐる、輪の中をくぐる、これの繰り返しです。はい、こういう感じでちょっと面白い縁編みになります。はい、これを角まで編んでいきます。ちょっと途中まで編んでて思ったんですけど、この縁編み8号でって言ったんですが、8号で編むとちょっとこう目が緩くなっちゃって不揃いな感じになりやすいのかなという気がしていて、7号に持ち替えて編んでみたら、その不揃い感がちょっとマシになる気がするので、縁編みマイナス1号で編んでもいいかもしれないです。ここ7号で編んでます。こっち8号。こうゆるっと編みになると余計にこうちょっとその一つ一つの目の大きさが違うのがバレやすいというかなので7号でもいいかもしれないですね。ちょっとお好みで試しながらやってみてください。はい、角の手前までねじり細編み編んできて、角2つ編み入れたところまで来ました。この2つにはそれぞれ2つずつねじり細編み編んでいきます。まず手前の目に針を入れてねじり細編みを1個、もう一つ同じ目にねじり細編みを編み入れて、編み地くるっと返して、2つ目の細編みの頭にねじり細編みを1回2回2回ずつ編み入れました。あとは細編みの頭にねじり細編みを1つずつ編み入れて、角は1つの目に2つずつねじり細編みを編み入れて、ぐるっと一周して縁編みしていきます。はい、ねじり細編みの一番最後ですね。最後の目に2目、角なので2目編んだら、ちょっと分かりにくいんですけど、ここが引き抜き編みで、ちょっと待って、ここが引き抜き編みで立ち上がりの鎖で、ここが1目目の細編みの頭、この中に埋もれているので分かりにくいかもしれない。しかもここもう1目編まないといけなかった。最初に2目、1つの目に2目スタートしなきゃいけなかったかももう1個編んどこう。編んで、これ細編みの最初の細編みの頭、ここにね引き抜くといいんじゃないかなと思います。こういう感じね。はい。で糸を切ります。10センチぐらい残して切って、で糸始末しておきます。糸始末が終わって、こっちがポケットがついている方、内側の方になりますね。どうだろう、こっちが、7号、こっちが8号で編んだんですけど、こっちの方がちょっとスッキリでいいかもしれないですね。毛糸の太さとかにもよると思うので、好みで編んでみてください。で次は紐を編んでいきます。はい、このね
で、スレッドコードという鎖編みよりちょっと丈夫な紐の編み方をしていきます。長さはこうくるくるっと2回巻けるぐらいの長さで私は編んだのですが、これもお好みでいいかな。この長さにもよると思うので、人それぞれかなと思うんですけど、一応長さ測るとだいたい73センチぐらい、こっちで73センチぐらい編んでますね。なのでこれ半分ぐらいなので、70なくてもいいかな。60センチぐらいでも良さそうな気がします。60センチで編んでみたいと思います。で、スレッドコードの場合は、最初に作りたい長さを決めたら、糸端を60センチの長さにしたい場合は、60×3、60センチの3倍の長さを糸端を残して、だいたいこれで180センチ。180センチ残して、で、こっから編み始めます。こっち糸玉、こっち糸端。はい、こっから編んでいきます。これも8号だとちょっと太いかもしれないので、この糸の場合は、一応推奨が5号とかなので、6号、7号ぐらい、7号でやっていこうかな。後ろから針を当てて作り目をします。はい、で、鎖編みを編む要領で編むんだけど、この手前の糸端側の糸を針に1回かけて、手前から奥にかけて、でここを持って糸をかけて輪の中を引き抜く。ぎゅーっと縮めて、これを繰り返していきます。糸をかける、引き抜く、糸をかける、糸をかけて引き抜く、糸をかける、糸をかけて引き抜く。手前の糸端の糸を手前から奥にかける、糸をかけて引き抜く。こういう感じで鎖編みが二重になったみたいな紐が編めます。巾着の袋の紐とか閉じ紐とかにも使える編み方なので、覚えておくと便利です。これで好きな長さまで編んでみてください。63センチぐらいの長さの紐が編めましたので、最初に用意しておいた糸端もちょっと長すぎる場合は20センチぐらいでカットして、でこの編み目がほどけないようにこっちに引っ張って一回結んでおきますね。はい、こういう感じで巻いて、こう巻きたいので、こっち側に、この中心ですね。21目だったので10目。1、5や10、大体、2、4や10。大体真ん中らへんに、
糸端を通して、で裏で結んじゃおうかな。こんな感じで2回ぐらい結んでおこうか。とじ針に2本とも一緒に通して、紐がしっかりくっつくように何回かここを行ったり来たり、何回か行ったり来たりして、この紐が頑丈にくっつくようにしてみました。ぐるぐる巻いたところの中に入れ込んで、でこっちのこういう感じでね、始末しとくといいんじゃないかな。はい、こんな感じで切ります。はい、紐がつきました。紐の先は1回2回ぐらいこう結んで、ちょっと玉にしとくとくるっとした時に入れ込みやすいかなと思います。はい、こういう感じで。こういうね、ブローチつけてもかわいいし、こういう缶バッジとかもね、いいかなと思います。好きな缶バッジをつけたり、これもかわいいね。あとこういう大きいボタンとかでもいいんじゃないかな。こういうね、かわいい。こういうブローチあったら好きなのつけたり、お花とかでも可愛いですよね。このお花は刺繍糸で編むお花の編み方解説動画出ているので、それを見て編んだのをつけてもいいと思います。かわいい。かわいい。ね。はい、こういう感じでできました。細編みだけなんですよね、ほとんどね。で、ちょっと変わった、ねじり細編みとか、このスレッドコードという紐の編み方も練習にもなるので、ぜひいろんな糸で編んでみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。じゃあまたね。バイバイ。